Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は買ってよかった100均おすすめ文房具2024年下半期編をお届けします。普段から愛用している100均の文房具、手帳やバレットジャーナルにぴったりなアイテムばかりで、どれもコスパ抜群です。100均でつい立ち寄ってしまいますよね。こんな商品あったんだと思う瞬間、すごく嬉しくなりませんか？それぞれおすすめの使い方もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速行ってみましょう。100均セリアの手帳2025ダブルマンスリー英語サイズ10月始まりタイプ。この手帳、実は紙質がとっても優秀なんです。後からご紹介しますが、万年筆で書いても裏抜けしにくい。一冊で複数の予定が管理できる手帳で、左ページがマンスリータイプ、右ページが項目別タイプ。これは以前に読書ノートの書き方動画でご紹介したアイテム。読書ノート以外にも勉強の進捗チェックとか、簡単な家計簿とか、毎日のありがとう日記なんかにも活用しやすいこのフォーマットがすごく気に入っています。ただ毎日のことなので裏抜けが気になるとどうしても次のページに書くのをためらってしまいますよね。ということでいろんなペンで裏抜け具合をチェックしてみましょう。100均で販売される手帳って10月始まりが主流になってきてるのかなと感じます。最近は年末の忙しい時期を避けるためにどんどん販売時期が早くなっている印象です。ハロウィンとかクリスマスとかイベントが目白押しなのでショップの入れ替わりも激しいですよね。今回ご紹介しているダブルマンスリー手帳は10月始まりですが、新年から始めたい方向けの1月始まりも販売される可能性があるので、おすすめアイテムとしてご紹介しています。はい、こんな感じで裏抜けチェックどうでしょうか？個人的に油性ペン以外は特に気になりません。では少し手帳に書き込んでみましょう。マンスリー部分は縦長の長方形の形をしています。こういう形は特に手帳テンプレートとの相性が抜群なので、お手持ちにテンプレートがあればぜひ使ってみてください。今回はいろは出版さんから出ているサニーテンプレートを使ってみました。便利な手帳デコレーションツールはいくつ持っていてもワクワクしますよね。簡単になぞるだけでおしゃれなデザインに仕上がります。アイコンの下に文字を入れてシンプルだけど楽しい使い方はいかがでしょうか。右側のページは4つの仕切りがあるフォーマットです。仕事やプロジェクトの管理だったら最優先、重要、普通、後でとか、朝、昼、夕方、夜の予定を1日の流れとして記録したりとか、自己管理や習慣づくりだったら食事、運動、睡眠、体調を記録したり、今日やったこと、学んだこと、挑戦したこと、反省点に分けたり、自分の生活スタイルや目的によっていろんな使い方ができます。仕切りを利用してこんな風に家族別に予定を管理するのも楽しそう。白とグレーで色分けされているところもすごく書きやすくて気に入っているポイントです。マーカーの上からカラーペンで書き込みをしても特に裏抜けしないので、月ごとにカラーやテーマを変えてカラフルに過ごしてみてもいいかもしれません。続いて100均で販売されているミニサイズのシール、特に下半期はセリアのちょこっとシールシリーズをよく使いました。一つのシールの大きさは縦横約 10mm 程度。これが手帳にすっごく使いやすい大きさなんですよね。手帳好きの皆さんならきっとすでに使われているはずです。まだ手に取ったことのない方にもこのシールの魅力と活用法をお届けします。季節ごとに可愛いデザインがたくさん出てくるちょこっとシールシリーズ。いつも使っているバレットジャーナルではこのように1日1枚、その日の気分でただ予定の横にちょこんと貼るだけの使い方をしています。小さすぎて扱いにくいのではと感じるときはピンセットなどを活用すると簡単に貼り剥がしができます。今日はどれにしようかなと迷う時間もすっごく幸せです。
12月のバレットジャーナルなのでクリスマスっぽいデザインを探して週ごとにデザインを変えたりもしています。赤、緑、茶色のイメージだったらそれに合ったカラーペンを探したり使ったりするのもすごく楽しいですよ。1日ごとの楽しみがあると続きにくい手帳も緩やかに継続できるのでおすすめです。張り切りすぎず、でも日々小さな達成感を感じられるように。このシールを活用しながらスケジュールが埋まっていく手帳を見るだけで心が満たされる瞬間が味わえます。12月6日金曜日はサンタさんとクリスマスツリーが乗っている可愛いケーキのデザインを使いました。そしてこの週は予定を書き入れるペンもブラウンカラーにしてほっこりと温かい雰囲気を楽しみました。忙しい日々でもこんな小さな工夫が毎日を楽しく彩ってくれます。続いてはダイソーで販売されているいろんな種類のスタンプの世界をご紹介します。これはたくさん種類があって見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。デザインが豊富すぎて全部買っちゃうとお財布が空になるかもしれません。もしもそれぞれのおすすめを買うならということで各サイズの一番のおすすめを使っていきます。使ったインクはバーサマジックのジャンボジャバというカラーです。茶色っぽい温かいイメージのカラーでは押していきます。 2.5×2.5 センチの大きさでおすすめなのはお家のイラストです。手帳のマンスリーにも使いやすいしお家から連想できるものが多くていろんな使い方ができそう。 3×3 センチのおすすめは吹き出し。吹き出しは一つは持っておきたいですよね。無印の手帳をフリースペース部分にスタンプしていますが裏抜けは特にありませんでした。スタンプといえば子供の頃の遊び道具というイメージを持つ方もいるかもしれません。実は大人の手帳や DIY にもぴったり。一つ持っているだけでも楽しめるので自分の手帳の大きさに合わせてぴったりサイズを探してみてください。 1.5×1.5 センチのスタンプは1袋に2つ入っているのでちょっとお得な感じが味わえます。初心者の方だったら小さいサイズから試してみるのもいいかもしれません。 4×4 センチのスタンプはカレンダータイプがおすすめです。はい、いろんなサイズのスタンプを押してみました。カレンダータイプ、ちょっとしたフリースペースにポンと押して予定の確認をしたり習慣トラッカーとして使うことができます。今日はよくお水を飲んだなという日にこうして丸をつけてチェックするだけ。リズムを知ることで体調も整えやすいですよね。お手紙やカードにも使いやすい 6×1.5 センチのスタンプのおすすめイラストはゆるい感じの動物たち。手書きで吹き出しを書いてもとっても可愛いです。スタンプの中に空間があればどんどん活用していくといいですね。例えば日付を書いたり曜日を書いたりその日の気分を表情で表しても楽しいかもしれません。時間があるときは同じカラーでスタンプするんじゃなくて一緒に使うカラーペンとかシールとか付箋とかマスキングテープなどに合わせて馴染むカラーを使ってみましょう。今使っているのは色模様の特彩色と藤色です。一つのスタンプでも可愛いタイトルが作れました。皆さんもおすすめのデザインや使い方があればぜひシェアしてください。次はセリアで販売されているチェック柄の付箋をご紹介します。一見シンプルなデザインですがどこか可愛らしさを感じるデザイン。白ベースの紙に細い線で描かれたチェック模様でカラーは赤、黄色、青の3色展開。シンプルだからこそメモ書きや手帳のデコレーションにも自然に馴染みます。粘着力もしっかりとあって剥がれにくいという実用性も兼ね備えた付箋。毎日使ってもなくならないんじゃないかなというたっぷりな量も嬉しいポイントです。
シンプルなチェック柄はそれだけで素敵な背景になるので、例えば少し太めのペンで文字を書くだけでもとっても可愛く仕上がります。細めのペンよりも絶対太ペンがおすすめ。今使っているペンはマイルドライナーのマイルドブラウンというカラーです。チェック柄のデザインには規則性と安心感という心理的効果があって、人間の脳は整ったパターンを見るとリラックスする傾向にあります。忙しい日常の中でこの付箋を見るだけでもほんの少し気持ちが落ち着くかもしれませんね。文字だけではなく、もちろんイラストを描いても可愛いです。最近ユニクロともコラボをしているセサミストリートのキャラクタークッキーモンスターをせっかくなので一緒に描いてみましょう。赤、黄色、青の3色展開の付箋は描くキャラクターによっても使い分けることができます。このクッキーモンスターの描き方とか他のキャラクター、ジブリやディズニー、ポケモン、サンリオなどの手帳に使えるイラストはインスタグラムでも発信をしています。ぜひ YouTube と合わせてフォローしていただけると嬉しいです。このデザイン、量、粘着力って意外に探してもないので、100円ショップで手に入るのはすごく嬉しいなと思います。最後にクッキーモンスターの大好物、クッキーを散らしたら完成です。ブラウンカラーでなんとなく手作りしたような形の四角を描いて、細ペンでちょんちょんとチョコレートをプラスします。背景のブルーのチェック柄がいいアクセントになって、可愛いクッキーモンスター付箋が出来上がりました。どうでしょうか。付箋だったら小さいスペースでイラストも簡単に挑戦できるので、ぜひ試してみてください。自宅や職場、勉強スペースに一つあるととっても便利なチェック柄の付箋でした。買ってよかった100均おすすめ文房具、最後の3つはすべて収納グッズ。まずは散らばりがちな付箋をすっきりまとめてくれる表と裏に収納できる付箋ケースをご紹介します。こちらはセリアで購入しましたが、ダイソーでも販売されているようです。日頃よく使ういろんな形の付箋を一つに収納できるってすっごく便利ですよね。私は無印で購入したシンプルな付箋たちをこのケースに全て入れて使っています。これがあるだけでデスク周りが一気に整うし、半透明なケースだから中身がすぐに見えて探す手間も省けるというのが嬉しいポイントです。片付け上手な人ほど生産性が高いと言われますが、このケースを使えば無意識のうちに整理整頓の習慣が身につくかもしれません。先ほどご紹介したチェック柄の付箋もちょうどぴったりサイズです。表と裏にそれぞれ収納して色別に目的を決めて使うのも良さそうですよね。続いてはシール収納ケースのご紹介です。シールをたくさん持っている方はたっぷり入る収納ケースをお持ちと思います。こちらはスリムなデザインで少量ずつ整理できるタイプのシール収納ケースです。私は普段月に使うシールのテーマを決めているので、クリスマス時期ならクリスマス関係とか冬とかのシールだけをすぐに取り出せるように工夫しています。このケース積み重ねてもずれない形状、そして切り欠きで取り出しも簡単なところがお気に入りポイントです。縦が約 205mm、横が約 95mm までのものならすっぽりと綺麗に収まります。商品ケースに貼り付けてあるシールが気になる場合は少しストレスを感じますよね。手で簡単に剥がれるタイプではないので、時間があればドライヤーで温めて剥がしたり、100均でも購入できるシール剥がしスプレーを使うのも手軽で効果的です。月ごとに中身を入れ替えて、その中から自由に使うと中途半端なシールもたまりにくいので、ぜひ試してみてください。最後は6つポケットがあって大容量な収納ができる回転式ペンスタンドをご紹介します。これ実際に回してみると感動します。収納力が抜群で小スペース、デスクの上でペンを探す時間がゼロになるんです。
忙しい毎日の中で机の上がごちゃごちゃしていると、それだけで気持ちが落ち着きませんよね。コンパクトな見た目ながら驚きの収納力で、仕事、勉強、普段の生活のどんな場面でも活躍してくれる万能アイテム。ポケットごとにジャンル分けするとより一層使いやすいです。文房具以外にもスキンケア用品とかブラシとか DIY ツールの収納とかでも使えるので、気になる方はチェックしてみてください。今回は買ってよかった100均おすすめ文房具2024年下半期編をお届けしました。100均以外に買ってよかった文房具も別の動画でご紹介します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。